はい、こんにちは、吉田です。最近ですね、やっぱり中小企業さんでコンテンツを作ろうとされるところやっぱ増えてますね。で、中小企業さんだけじゃなくても、B2B をメインにしてらっしゃる会社さんは、やっぱり今までそんなになんというか、コンテンツを作って外に発信するっていうのを、積極的にやらなくてもというか、営業する先とかその仕方っていうのが、そうやってコンテンツを制作するっていう方向に行ってないっていう部分があるので、そこまでではなかったんですが、特にここ数年そういう動きがあったんですけど、それがですね、ここやっぱり1年、さらに今年に入ってから、さらに加速はしてるなというふうに感じていますね。はい。で、なんでって言われたら、まずパッと皆さん、今年とか、ここ1、2年っていうふうに感じると、考えると、まずコロナ禍っていうのが、思い浮かぶかもしれないんですけど、多分これはね、コロナ禍はそんなに関係ない。ある部分、そういう部分、そこが時代、要請としてあった部分はあるんですけど、えっと、それに背中を押された部分はあるんですけど、それだけではないというのは正直言うと感じるところですね。なんでかっていうと、基本的には、ウェブでの、PR っていうのが一般的になったことで、一般の人にもすごくリーチしやすくなったんですよね。あのその今までその B2B で仕事をしてたりとか、中小企業であんまりコストをかけられなかったところ、広告とかをバンバン出せなかったところが、SNS をベースにしながら、基本的に一般の人とつながれるようになったりとかっていうのが、要素としては大きい。一般の人も、例えば就職とか転職とかするときに、希望する業界とかその周辺に関して調べるわけですよね、とりあえずウェブで。でそうするとこういう会社あるんだっていうふうに知ることができるっていうところでなんというか根本的にその目にする機会が増えた。でそこを生かさないといけないっていう動きはやっぱりすごくあって、でそこに対して年々大手の力が弱くはなってるんですよね、正直言うと。そうやって、情報がいろんな形で出てくることによって、割と小さい会社のプロダクトでも普通の人が知ることができるようになったりとか、そういうことがあって、必ずしも一般の人が知るきっかけっていうところが会社の規模の大小によらないっていうことにはなってきてると。とりあえずそれこそ販売サイトとして Amazon をもう使ってるってなったら、その中で、調べてるうちになんかおすすめで出てきたりとかもするじゃないですか。こういうの作ってる会社あるんだとか出てくるわけですよ。でAmazon なんかだとバンバン活用してるのは中国系の企業とか想像できると思うんですけど、海外企業の方がその辺は早いですよね、動きが。でそういうような話が基本的にあるので、そういうことを仕事に使わないわけにはいかないっていう流れが基本的にありますと。で、ここ1年半ぐらいの社会情勢は、それを多少は後押しはしてると思いますが、これは別にそこで後押しされなくても、いつかは進んでた、やらなきゃいけなくなってた話なんじゃないかなとは思いますが、それでやる会社さんは増えてきたというところですね。だと思います。で、そこで、じゃあそういうところに対して、この話って前多分ね、2021年版カメラマンになる方法みたいに書いた動画があって、それで言っ
たかもしれないですね。カメラマンになりたいと思ったら、まず仕事で撮ったっていう実績が必要だから、自分の会社まず撮ったらっていう話をしたと思うんですけど、基本的にね、そのアプローチではあるんですよ。ただ、今度会社さん側の話っていうようなところをしておきたいなと思ってて、っていうのも自分もそうなんですけど、サラリーマンを辞めて独立するような人やっぱりいらっしゃるとは思うんですよね。でそういう人も基本的には何というか、今度ウェブ上で営業をしていくことになると思うんですよ、ほとんどの方が。もともとつながりがあってね、その方から発注してもらう、その会社から発注してもらうみたいな形で仕事が始まるっていうところ方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、そういう方に関しても、制作実績を、ツイッターに流していいかとか、SNS 上に書いていいかとか、ウェブサイトに載せていいかとか、そういう話もすると思うんですよ。でその結果出して、それを見た他の人が問い合わせくれたら嬉しいなっていうことなわけですよね、そもそもの動機も。そういうふうに考えると、やっぱりウェブを活用するっていうのは基本ですよねっていうところですよね。でそれをね、営業上やらなきゃいけなくなったっていうところに関して、やっぱりなかなかまだ慣れてないで、やっぱりまず一番最初、特にプロダクトがある方なんかは、その販売サイト上に写真を載せなきゃっていう風になって、まず写真が必要になるっていうケースが多いんですよね。でコンテンツ制作を始めなきゃいけないってなってくるっていう形の流れで、写真を撮り始めるっていうような方が多いかなと。でじゃあそういう時にどういう写真を撮ったらいいんですかみたいな話は、そういうのって自分で撮るよりプロカメラマン呼んだ方がいいんじゃないのとか、そういう部分もあったりとかすると思うんですけど、ただ、やっぱり商品がたくさんあったりとか、例えば新商品を出した時とか、すぐ載せたいじゃないですか。っていうのを考えると、プロカメラマン探して連絡取って、いつ空いてますか、いつなら行けますよとか言って、じゃあ2週間後ですねみたいな感じで、撮影日が後日になると、その間掲載できないじゃないですか。っていうわけで、その間に撮って載せてれば、もしくは営業スタートできてたかもしれないのに、それが遅くなってしまうとかいうケースもありえるわけですね。そうなってくるともったいないなとか、あとコミュニケーションがうまく取れなかった場合に希望する写真が撮れないみたいなこともなくはないっていう話はあって、そういうところを解消するために企業が自社でもうコンテンツを作ってしまうっていうところでメリットはあると思います。でそういう時に基本的に使えるのって、皆さんお持ちなのはスマートフォンなので、基本スマートフォンのカメラで撮って済ますっていうケースが多いと思います。でそういう問い合わせとかを受けた時には、私は、せめて照明を追加してくれというような話をします。でLED ライト、写真用映像用の LED ライトでも安いやつは1万円ぐらいから手に入るし、でそれにアンブレラとスタンドつけたってプラス1万から2万円ぐらいだから、トータル3万円ぐらいで、なんとか全部揃えよう、1等分ですよね、全部揃えようっていうようなことができたりとかはしますよっていう話ですね。はい、でその1等分揃えて、本当は2等ぐらいあったら楽なんですけど、仮に2等揃えたら6万ですよねっていうような、それぐらいの規模感でまずやってもらった方がいいのかなという気がしています。でかつ LED 照明をおすすめする理由は簡単ですよね。低条光の方が光が読みやすいので、でかつ動画を撮るかもしれないわけですよ。EC サイトでも最近結構ありますよね。使い方の説明動画を載せてるショップさんって結構いらっしゃいますよね。だからそういう会社さんがあるっていう、そういう風なコンテンツを作った方がいい会社さんもいるっていうことを考えると、
まあ動画も撮れるっていうことを前提にした方がよくて、そうすると LED ライトの方が便利かなっていうところですね。写真だけを考えればよくって、かつ光量が欲しいってなったら、まあストロボ使うのが一番いいんですよ。いいんだけど、そうとも限んないっていうのが、まあここのミソですよね。はい。で、このそうとも限んないっていうところがポイントなんですよね。で、今写真も撮れるし映像も撮れるしみたいなこと言いましたけど、そういうなんて言うんだろうな、写真を用意しなきゃいけなくなったっていうその状況に直面した、中小企業さんがほとんど多いんですけど、中小企業さんとか、まあ、B2B の会社さんとかが多いんですけど、そういう会社さんの場合って、会社の中に、まあ、マーケティングの部門を持たないとか、まあ、デザインとかデザイン組織みたいな、まあ、ブランディングに関連するような政策をできるようなところがないっていうような話がどうしてもついてくるんですよね。それによって起こることっていうのがですね、非常に今日本の中で結構大きいんじゃないかな、問題としてっていうふうに思ってます。なんでかっていうと、よくまあ日本、まあなんというか、日本の中でビジネスの話をした時によく、ある話ですけど、要するに品質が良ければ売れると思ってちゃダメなんだと。ちゃんとマーケティングをして売れるように、その消費者に届くようにメッセージを出していかなければいけないっていう話がされることがすごく多いわけですよ。で、その消費者にメッセージを出していくっていうところがそのコンテンツを制作するっていうところのポイントで、例えばリアルで売れないとか、海外に販売したいとか、そういう風になってきた時に、いきなりもう海外に販売するためには、じゃあ例えば Amazon に掲載しようってなって、で Amazon に掲載するところに写真を載せるとこがあるから写真を撮ろうってなるっていうような感じなんですよね。現場から起きちゃってるっていうところがポイントで、それによって何が起こるかっていうと、お客さんがどんな写真を見たらその商品のことを理解できるかっていうのを考える人が誰も会社の中にいない状態で写真を撮り始めるっていう会社さんがすごく多いんですよね。で、それが問題で、それをやったことによって何が起こるかっていうと、すごく写真が不親切だと、この会社売る気ないなとか、この会社やる気ないなって思われてしまうんですよね。せっかく商品を載せてるのに。だからそういう観点でどういう人がどういう理由でこの商品を使うだろうとか、この商品をどういうシーンで使ってもらえたら嬉しいだろうとか、自分たちがね嬉しいだろうとか、そういうふうなことが分かってないと、非常に何をやってるのか分かんない写真ばっかりが撮れてしまうっていうのは問題として起こるかなと思います。はい。で、正直言って、そういう写真を撮らなきゃいけなくなったみたいなところの方に、お話をまあ持ちかけられると、大体、写真を撮んなきゃいけなくなったんです。で、何が必要ですかとか、何が必要ですかってどのカメラを買えばいいですかっていう部分なわけですけど、どのカメラを買えばいいかって、どの撮影をしようとしてるかって、今大体まあどのデジタルカメラでもスペック同じだからどれでもいいんじゃねって話になるんですけど、原理的にはどういうシーンで使いますかとか、どういう仕事をしてる会社ですかとかで、おすすめするものって現実的に変わるんですよね。極端なことを言うと、やっぱり、ですね、結構大きいかなと思ってるのは、カメラメーカーの純正ストロボのラインナップが影響するような撮影をするかどうか、そういうような環境があるかどうかっていうところですね。で、そういうことを考えると、なんだかんだ言ってやっぱニコンキャノンが強いなと。純正ストロボを考えるとですよ。で、まあ、それに続いてソニーかなと。で、逆に言うと動画が撮りたいですみたいな人の場合であれば、ソニーさんの方がいいかなとか、そういう話になってくるわけですね。別にどれでも撮れるんですけどとか、そういう話はありますね。で、まあ動画カメラも出してるから、まあソニーの方が強いですよみたいな話をしたりするとか、そういう風になっていくんですよね。だから、で、それも、
むやみやたらに動画である必要があるのかっていうのもありますよね。そういうふうに考えていくと実は、中小企業でまあなんていうかウェブを使って売りたいから写真が必要でカメラを買います。で話が終わらないんですよね実は。そういうところを考えていただく必要が本当はあるのかなと思います。というかですね、根本的に、そういう会社さんは写真を撮るのが仕事じゃないじゃないですか。自分たちの商品を売って稼ぐのが仕事なわけですよ。写真を撮るのは仕事じゃないんですよね。仕事をするための一つの、手段というか武器として写真を使うって話なんですよ。自分たちが仕事をする自分たちの商品を売るための道具として写真が必要なんですよ。でその写真を撮るための道具としてカメラが必要なんですよ。だから間違えちゃいけないのは写真を撮ればいいんだではないですしカメラで撮ればいいんだでも当然ないですしもっとそれが撮ってあったとしてもお客さんにはまってなければ売れないのでお客さんにはまった写真を撮ることが必要でそのどんな写真を撮ってったらいいのかっていうのを考えるのが各企業の仕事なんですよね。その各企業の仕事っていうのを適切にやってもらうために、お客さんのことを考えるっていうのが必要で大体こういう話をすると1回でそんな分かんないよってなるんですよ。その通りなんですよ。1回じゃ分かんないんですね。で1回写真をちゃんと撮って掲載してそれを見て売れたか売れてないかがあって、その結果買ってる人がどういう人かでその中でどういう人が買ってるっていう傾向が出たらその人たちがより見やすいようなものって何なのかとかその人たちがより興味を示す写真とか動画って何なのかっていう話が出てくるわけですよ。だからそこで取り直しが発生するわけですよ。だから1回じゃ済まないんですね。機材とかを買うってしても1回買ったらそれで終了じゃない可能性があるのである程度予算は残しとかなきゃいけないしこれをプロカメラマンに頼むんであっても1回で終了じゃない可能性の方が高いので、2回3回頼める予算を組んでおかないといけないんですよ。そうなった時にじゃあ1回分いくら出せますかとかそういう話を考えなきゃいけなくなってくるんですね。なので、そういう感じでですね最終的には、自分たちでコンテンツの企画ができるが本質的に、営業用のコンテンツを内製化できるの意味するところなんですね。はい、そういうふうになっていただかないことには、これから先日本の会社がというかひいては日本が生き残っていくことが難しくなるんじゃないかなと私は思っています。今海外でブランドとして通用する日本企業って例えばどこがありますか？皆さんがパッと思い浮かぶのはやっぱりトヨタとか、ソニーとかそういうところですよね。でそういうところってもう何十年も前からいるじゃないですか。ここ2、30年で出てきた会社ですらないし、ましてやここ10年で頑張って大きくなった会社ですらないんですよ。要するにもうベテランがずっと第一線に居続けちゃってるのが日本の企業の、要するにその市場での影響力なわけですよね。それをね打破しないと本当はいけないはずだと思うんですよね。次に代わる日本企業が出てこないと本当はいけないのに出てこない。それは単純に日本人が外に出たがらないからっていうのもあるかもしれないですけど外に出られないような仕事しかしてないっていう可能性もあるんじゃないかなと思います。
でその外に出られないような仕事しかしてないの一端は外に出られないような営業活動しかできていないっていう部分があるんじゃないかなと。でコンテンツ制作だ、写真を撮る、動画を撮る、いろいろありますけど、そういう部分で何かやっていかなきゃいけないっていうのは、各企業が、自分たちはどういうお客さんに好んでもらえるんだろうかっていうのを自分たちで探っていかないといけない問題になってくると。だそういうことができる経営者、企業が一つでも一人でも一社でも増えてほしいなと思ってます。本気で思ってます。そうじゃないとね、はっきり言ってですよ、申し訳ないんですけど、結構直接お問い合わせをいただきます。で、こちらの工数を積み上げて、まずお見積もりを正直言うと出します。先方のご予算という部分で言われる部分もあるんですけど、こちらの、大体いくらぐらいするんですかっていうので、内容を聞いて、こちらでコスト積み上げをして、見積もりを出すっていうケースも結構あります。で、それを見ると、検討しますって言った後の連絡がないとかいうようなことは、かなり頻繁にあるわけですね。要するにですね、もうコンテンツ制作に対する費用感とか、ある程度ですね、予算が組まれないとそこ回せないんですよね。プロの外注の業者としては。で、そこの予算が組まれるためには、そこに対してある程度計画が組めないと予算って組めないわけですよ。だからその計画を立てられるようになってほしい。で、自分たちがどういう営業をしていきたいか、どういう営業をしたらいいかが分かるようになってくれないと計画が立てられないわけですね。そうじゃないと基本的にですね、どんなに外注業者としてのカメラマンや他のデザイナーとかライターっていう方もそうなんですけど、そういう人たちがいくら頑張っても本当にその会社の商品を売れるコンテンツが作れなくなってしまうんですね。そうすると会社としては、なんだプロに頼んだのにこんなもんしかできなかったよって言って、お金をドブに捨てたような気分になってしまうわけですよ。それは非常に悲しいので、そういうふうにはなっていただきたくないなと個人的にはすごく思います。はい。というわけでですね、今日はちょっとそんなお話です。ちょっと長くなりましたが、はい。そういうわけでですね、自分たちはどんなお客さんと付き合っていきたいのか、自分たちはどんな会社になりたいのかっていうのは、今一度ですね、考えてみていただきたいなと思います。で、そういうこれを見てる方は、まず写真がご趣味の方だったりすると思うので、まずですね、ご自身がお勤めの会社がそういう部分で悩んでたりしてそうだったら、そういう話をして試しに自分撮ってみようかって会社の中で言ったりとかですね、してみてもいいんじゃないかなと思います。はい。ある意味それってね、自分の趣味でやってたことのスキルが会社の役に立つじゃないですか。他の人の役に立つじゃないですか。それって面白いことだと思うんですよね。だからそういうアプローチでもなんかね、取ってあげる機会っていうのが増えると、それはそれで取る人としても面白いし、会社としても考えられるきっかけになると思うんですよね。はい。というわけでですね、そんな感じで取り組んでいっていただけたらなと思います。で、今日お話ししたようなことは、ちょっとそれぞれ細分化してですね、またいろいろお話をしていこうかなと思っています。はい。というわけで、今日はこんなところで失礼します。それでは、ありがとうございました。